皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回はレンダリングについて紹介したいと思います。レンダリングとは、作成したアニメーションや映像などを動画や画像形式にして書き出す処理のことを指します。今回は AI で作った映像や素材をプレミアで再編集するときなどにおすすめの書き出し設定から画像の書き出し方も見ていきます。さらにそれらの設定を使い回せるようにテンプレート化する方法までを紹介します。他にも After Effects ではレンダリングできない MP4 の出力をメディアエンコーダーを使用して書き出す方法も解説していきます。では早速行ってみましょう。レンダリングする映像を決めます。私はシェイプレイヤー入門第5回で作成した映像を書き出したいと思います。まずはレンダリングしたいコンポを開き、レンダリングする範囲を決めましょう。レンダリング範囲はワークエリアの範囲と連動しています。開始したい時間で B を押して開始フレームを決めます。次に終了したい時間まで時間インジケーターを動かして N を押します。これでレンダリング範囲を指定できました。コンポ内すべてをレンダリングしたい場合は、ワークエリア内をダブルクリックすることですべての範囲を指定することができます。次にレンダリングしたいコンポを指定します。コンポを開いている状態か、プロジェクトパネルでレンダリングしたいコンポを選択して、コントロール M を押します。すると、レンダーキューというタブにレンダリングしたいコンポが追加されます。これでレンダリングするコンポの指定ができました。レンダーキューを見ていきます。設定項目は大きく分けて3つです。レンダリング設定と出力モジュールと出力先です。この中で重要なのは出力モジュールになります。レンダリングの設定は基本何も変更せず、裁量設定のままで OK です。ここではフレームレートや画質、レンダリング範囲などを決めることができますが、基本的にはコンポの設定がそのまま使われるので、特に変更する必要はありません。このまま裁量設定にしておきましょう。次に出力先ですが、ここではファイル名やどこに書き出すかを決めることができます。名前と書き出し場所を決めておきましょう。最後に一番重要となる出力モジュールを見ていきます。青い文字で書かれたロスレス圧縮という箇所をクリックして出力モジュール設定を開きます。この設定画面で動画をどのような形式で書き出すかを決めていきます。設定項目が多く感じますが、まずは一番上から見ていきましょう。ここではファイルの形式を決めることができます。AVI やクイックタイムなどの動画形式からピンクなどの画像形式も選ぶことができます。用途に合わせて選択しましょう。今回はクイックタイムで書き出しますので、形式をクイックタイムに変更していきます。では、その下にあるビデオの出力を見ていきます。こちらでは画像のサイズやアルファ情報のありなし、コーデックと呼ばれる映像の圧縮種類などを設定します。映像のサイズなどはコンポに設定したサイズから変更したい場合のみ変えてください。まずは形式オプションでコーデックを指定します。コーデックとは映像の圧縮の種類のことを指します。圧縮率が高いとその分ファイルサイズは軽くなりますが、品質が落ちたりしますので、こちらも用途に合わせて選ぶ必要があります。形式オプションをクリックしてみます。ビデオコーデックから種類を選択します。今回はApple ProRes422HQ というものを選んでください。こちらはオリジナルと遜色ない映像品質を保ってくれるコーデックです。詳しい解説は公式に任せようと思います。説明欄に URL を貼っておきますので、詳細を知りたいという方は目を通してみてください。コーデックを選べましたら OK を押します。最後に一番下にある項目でオーディオ設定を行います。デフォルトの設定ではコンポ内に音のデータがあれば自動で書き出してくれるようになっています。音が不要の場合はオーディオ出力をオフにしてください。これで一通りの設定は完了です。OK ボタンを押しましょう。
あとは出力先を決めてレンダリングボタンを押すことで書き出しが始まります。では、今回の書き出し設定をテンプレート化しましょう。テンプレートとして保存しておけば、次回から先ほど行ったような設定は不要で、保存したテンプレートから選択するだけで良くなります。出力モジュールの右にある三角アイコンをクリックします。この中からテンプレートを作成をクリックします。出力モジュールテンプレートのウィンドウが開きました。すでに先ほど動画の設定を行いましたので、設定名を決めるだけで作成完了です。OK を押します。すると次回からテンプレートを選択することができます。では次は α 情報を持った動画の書き出し設定を行っていきます。出力モジュールからテンプレート作成を押します。編集を押して設定していきましょう。形式をクイックタイムにして、次に形式オプションを開きます。Apple ProRes 4444を選びます。こちらも先ほど選んだコーデックと同じように、オリジナルと見分けがつかないくらいの映像品質で書き出すことができます。さらに、α 情報も持たせることができるコーデックになります。OK を押して、次はビデオ出力を見ていきます。α 情報を持たせたいので、チャンネルを RGB プラス α に変更します。次にカラーをストレートマットなしに変更してください。合成チャンネルのままでも α は書き出せるのですが、少し問題があります。合成チャンネルマットありだと RGB チャンネルに α の値が乗算されていて、本来の正しい色情報ではなくなるためです。RGB の値が薄くなるといったイメージです。正直私はそこまで気にするレベルに達していないのですが、念のためおすすめされているストレートマットに変更しています。より詳しく知りたい方は、ストレートマットなしと合成チャンネルで検索してみてください。これで α の動画の書き出し設定は終わりです。OK を押して設定名を入力します。後で見た時にわかりやすい名前にしておきましょう。では、動画の設定は終わったので、画像の書き出し設定を見ていきます。再度テンプレート作成をクリックして編集をします。画像の書き出しなので、形式をピングシーケンスに変更します。チャンネルを RGB にすれば α 情報を持たない画像になります。RGB プラス α にして、カラーをストレートマットなしにすれば、α 情報を持った画像の書き出し設定となります。両方の設定を作っておくと便利です。では、OK を押して設定名を決めて終了です。これでそれぞれ動画と画像の書き出しの解説は終わりです。次回からテンプレートを選択してレンダリングすることができます。では最後に After Effects では書き出せない MP4 の書き出し方法を見ていきます。レンダリングしたいコンポを選択します。メニューバーのファイルをクリックしてその中にある書き出しから Adobe Media Encoder 9に追加をクリックします。するとメディアエンコーダーという別のソフトが起動してレンダリングするコンポが追加されました。この H264 と青い文字で書かれた箇所をクリックすると書き出し設定を開くことができます。メディアエンコーダーでの設定はあまり詳しくないので、私は最初から用意されているプレセットを選んでから他の設定を触ることが多いです。まずプレセットをクリックしてみましょう。Twitter 用や YouTube 用などかなりの数のプリセットが用意されています。まずはここから用途に合わせて選択してみます。私は今回 YouTube 用のプリセットを選んでみます。こちらのプリセット一覧が私のものと違うという方は、プリセットの上にある形式が H264 になっているかを確認してください。H264 はYouTube などに投稿する際にもよく使用される動画コーデックになります。プリセットを決めたら、出力名という項目からファイル名と書き出す場所を指定してあげます。これでプリセットを使った書き出し設定は完了です。最初はプリセットでの書き出しでも十分だと思いますが、仕事などではビットレートの指定などもあります。ビットレートとは1秒間におけるデータ量のことです。ビットレートが高いほど画質は良くなりますが、
それだけファイルサイズが大きくなります。動画のサイズやフレームレートにもよりますが、再生する媒体によって適切なビットレートがあるので検索してみてみましょう。では、エンコードの設定を見ていきましょう。ビットレートエンコーディングでは3種類からエンコードの方式を選択します。まず CBR ですが、こちらは動画の画質を一定の情報量で書き出す設定になります。複雑なカットや単純なカットも同じ情報量で書き出すといった設定です。次に VBR です。こちらはバリアブルビットレートといい、可変ビットレートになります。動きの激しいカットや音声が複雑な場所ではビットレートを上げてくれます。逆に動きがなく音もない箇所などはビットレートを下げて書き出しをしてくれます。そのため CBR と比べてファイルサイズを抑えることができます。VBR には1パスと2パスの2つから選択することができます。1パスではファイルの内容を予測しながらエンコードを行う方式です。予測なので完全にビットレートをコントロールしてくれるわけではないのでムラがあります。その代わり書き出しの速度は速くなります。2パスではエンコード前に一度ファイルを見て必要なビットレートを確認してからエンコードを行う方式です。なのでより詳細にビットレートを割り当てた動画を書き出すことができます。1パスよりも正確なエンコードになりますが、その分時間がかかるといった感じになります。ざっくりではありますが、これで設定については以上です。画面右上にある緑の再生ボタンを押すとレンダリングが開始されます。いかがだったでしょうか？これで動画の書き出しも問題ないですね。この動画を作るにあたりかなり勉強しましたが、足りない部分や間違った認識があるかもしれません。もし何かお気づきの点がありましたらコメントいただけると助かります。皆さんの作品を楽しみにしています。では今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。